こんちは。4G 初めから攻略パート35です。前回はみんな大好きクーネエンカムを作成し、極限グラビなどを狩猟しました。今回は古文書の解読を進めつつ装備作成も行っていくよ。だんだんと馴染み深いクエや装備が増えてきます。今回も楽しんでやっていきましょう。早速ではあるが、6冊目の解読も進んだぞ。まだ5冊目で解禁されたクエをクリアしてないが、ちょっと攻略上の都合でね。ラージャンのアイコンが出現しましたね。とりあえず、詳細を大長老に聞いてみましょう。ほい、というわけで、極限ラージャン出現だよ。親の顔より見たモンスターだね。もっと親の顔見てほしいところですが、狩猟数を考えると冗談にもなっていませんね。さっきも言った通り、訳あってタラーシュより前にこいつを狩猟していこうと思うよ。極限だから気合を入れて、と言いたいところですが、さすがに一面すぎて緊張感ないですね。だね。とりあえず体験に着替えてくるわ。はい、着替えてきました。それじゃあやっていきましょうか。場所は遺跡平原。なんかデジャブなんだけど。そういや、激高もここでしたね。美容師猫さんの依頼の。初期位置も残念ながら同じですね。ということで、地形との戦いになります。もうってここのエリアやんは、タイラーでは最悪の地形だよ。で、古文書の順番が前後した理由は何ですか？なんとなく想像つきますけど。ズバリ、大極流玉集めだよ。ラーは 90% で大になる。まあ、地形は終わってるが、モンスター自体は一番慣れてるのもあるからな。他の極限でも一応大は出ますが、1個しか枠がないものなので確率が重要ですからね。それに最悪大があれば普通の極流玉が錬金できます。大だけ集めておけば極限強化が進められますね。そういうことよ。もっとも今後レア級の強化機会は限られると思うけどね。モンスター討伐の難易度と装備を比較すれば、タラーシュの前にこっちの連戦が必要だったのさ。大極流玉を集めるのに適したモンスとしては、ラーとジョーになるんですが、ジョーの極限はギルクエ136以上にせねばならないので、実質はラージャン一択なんですよね。リベクエなしの環境だとそうなるね。このクエも決して簡単な部類ではないんだが、少なくとも、ジョー136に対して借りやすいのは、疑いの余地がない。ちなみに、村上位の最終にも極限ジョーは出ますが、まあ、アイテム集めとして周回することはないでしょう。あれは、ある種のチャレンジ目標だから、一回クリアすれば、それでおしまいな人が大半だろうね。じゃ、そろそろ解除させていただくよ。極限と投機効果が重なっているときは、どうか尻尾をうまく殴る必要があります。さらっとやってますが、慣れるまでは安定しづらいでしょう。こいつは、さすがに体験一択レベルかな。攻略段階ならなおさら。体が小さいから、ピンポイントで部位を狙えないと、かなりやりづらいよ。確定行動の隙についても、ちょうどタメさんが間に合うくらいなんですよね。ノウトウ術があれば、ノウトウ、バットウタメさんまで間に合うので、対ラーにはぜひ欲しいスキルです。ラーとの相性の良さが MH4 系列の体験の人気ぶりを後押ししてる面もあるよな。ですね、ベースの性能が高いのもありますが、4でも 4G でも体験とラーの相性は抜群です。むしろ極限の登場によって、4G ではさらに相性の良さが際立ってますね。そうね、体験以外の武器種が下がって相対的に評価を上げてる部分もあるが。ちなみに、ボディープレスの振動はフレーム回避してね。
これも割と必須のプレイングだから。要求されることが多すぎる。耐震があれば安定感は増すんですがね。耳栓やノウトフ術の方が圧倒的に優先度高いので、耐震は入れられないことが多いんですよね。体験でやるデメリットは耐震が入れづらいことくらいかな。大した問題ではないけど。さあ、腕ひるみの転倒が取れ出しました。抜刀タメさんと抜刀1回で足りるようですね。こうなっちゃえば、あとは同じことの繰り返しだね。地形が許せばの話ではあるが。抜刀後の回避が段差に引っかかると望まないジャンプをしてしまいますからね。その場合は、抜刀状態から貯めれば間に合います。この辺は、ギルクエと感覚が違うところだな。あっちはモンスは強いが、地形はいいからね。ですね。通常クエストの方では臨機応変に行きましょう。しかし、この辺はいい調子だな。うまいこと地形の影響を避けられてる。中央付近とここ、どっちを主戦場にするかは迷うところですね。中央は急斜面が邪魔で、ここら辺は細かい段差が邪魔になります。改めて思うけど、邪魔な地形ばっかりだなここ。ここが初期マップってマジかよ。なんか、やるたびに同じことばっかり言ってますね。多分激高の時も文句垂れてたでしょう。事実だから仕方ないさ。大事なことは何回でも言っていくぞ。あ、最極来たわ。ちょっと研いだり回復したいな。ですね、一回エリチェンしてきましょう。おし、じゃあ再開していくぞ。進撃も準備 OK だ。にしても、このエリアいつまでいるんでしょうね。長居されても困るんですが。向こう次第だからね、我々は戦う前提で備えるだけよ。やっぱりさっさと移動してほしい。普通に走るだけでリスクが伴うとは。あ、ここで移動ですね。いろいろ噛み合いませんでした。だが、この地形から解放されるのはいいことだ。追っていこう。さ、進撃切れかけなんで対象を解いてと。ここは、まだ平坦で戦えるね。さっきのエリアに比べれば、の前置きありですけどね。こういう段々の地形は、狭いところで動かねばなりません。あ、確定コードを来た。降下中なんでケツに挟まっていこう。後ろ足の間で溜めれば、確実にどうか尻尾に当たってくれますね。テクニックではありませんが、これは知っておくと便利です。極限中の効果は、体験ですら迂闊に攻められないからね。知識も色々と必要になってくるな。さ、お次はローリングです。これも確定威嚇がありますが。降下中は、後ろから尻尾だけ正確に狙う必要がある。位置やタイミングがシビアになるね。本体はもちろん、振動にも当たっちゃいけませんからね。あまり油断できない小無道になっています。さて、攻撃チャンスはたくさんもらえてるな。このエリアでいい行動してくれるのはありがたい。振り向きビームも来ましたね。これは直接銅を狙っていきます。これ、前足に当たると吹き飛ばされるので、ジャストで腹下に収まるの結構難しいです。なんだかんだで、最極もさらっと解除できたね。結構調子よく進められてるぞ。ダメ機会をたくさんもらえましたね。両個体だと思います。たまに、デンプシーやボディープレスを連発する個体を引くことがありますからね。ボディープレスはまだしも、デンプシーに関しては反撃余地が全くないからな。デンプシーに関しては終わり際の振動も怖いですからね。めちゃくちゃ範囲が広いので。こういう狭いエリアでやられるとたまったもんじゃないよね。これからも出さないことを祈ろう。さて、一段上に上がってきましたが、ここはさらに狭くなりますね。段差を越えないようにしてると行動範囲限られるからね。実質エリア端みたいなもんだよ。攻撃チャンスを逃したくないのもあるけど、攻撃を避けづらいのも厄介だな。モンスターはお構いなしに段差無視してきますからね。シンプルにハンター側の枷になってます。一応、ノリが狙える利点はあるんだが、体験の場合はノリのメリットあんまりないからな。タイラーだと点灯狙ってりゃいいですからね。乗ったとしてもフルコン1回が限度ですし。むしろ、昼道の管理が崩れるので乗らない方がやりやすいまであります。確か、乗り攻防自体も難しい部類だったよね。乗った覚えが全然ないから、うろ覚えだが。お、これは。おお、弱ったね。さすがに5針には収められそうかな。いい調子ですね。じゃあ終わらせに行きましょう。そりゃ。お疲れ様でした。タイムは8分半でしたね。やっぱり他の極限とはわけが違うな。極流玉集めは、こいつ一択で良くなった。交戦した回数が違いますからね。リアルに他の極限の100倍くらい分かってるはずなので。よーし、それじゃあ大極も集まるようになったし、早速レア10の極限強化でもしていくかね。
最初の強化はやはりあの武器ですね。限界突破していきましょう。さあ、初のレア銃極限強化だ。記念すべき1本目は空ネエンカムにしました。現状、一番使ってるレア銃になってますもんね。攻撃力1296は、チャーク内で作中最高だよ。発掘も込みだから、誇張なしで最強の榴弾瓶だね。これからの活躍にも期待が持てますね。さあ、武器を強化しましたが、実は新しい装備用の素材も揃えています。すでに持ってる部位も使うけどね。こっちもこっちで揃えるの苦労したぞ。はい、とりあえず一式揃えてみた。みんな大好きウカウカウだよ。この段階で匠と心眼が発動していますね。ここから装飾品とお守りでスキルを追加していきます。さ、あとは攻撃銃をつけてと。これでとりあえず完成ですね。空ネを想定した形で組んでいます。まあ、とはいえ砲術以外はウカウカウ由来なので、ほとんどのウカウカウはこうした構成になりますが、お守りがスロットしか利用していないから、砲術と攻撃を削ればスキルを1個くらいは追加できるね。ですね。それはもうお守り次第って感じです。基本は匠と心眼が活かせる武器に合わせます。よし、じゃあ、この装備を持ってモンスターを狩猟していこうか。さあ、次のお相手は、こちらですね。ギルクエのイビル城です。DLC を除けば、純粋な狩猟クエストはギルクエを入手するしかないよ。こいつに限った話じゃないが、クエを受けられるようになるまで一苦労だね。幸い、土壌から高確率で派生するので、入手自体に苦労することはないと思います。それじゃ、極限強化したクーネとウカウカウ、ウイジンやっていきましょうかね。さて、このクエは初期位置が3番ですね。少し遠いですが。マップ構成は川、崖、丘で悪くないね。持ってるクエに紫が多いもんでさ。ちなみに、クエストレベルは120と高めですが、これは大老伝の通常クエと同じくらいの強さのようです。ギルクエはレベルに応じてステータスが上がるが、特定のレベルで急激に上がるんだよね。このクエで言うと、次のタイミングは126になる。それまでは普通のクエと変わらないかな。もちろん、発掘目当てで回すなら初期レベルは高い方がいいですが、攻略中段階だとどんどん強くなっちゃうので、悩ましい仕様になってますね。怪異等級みたいにレベルの調節もできないからね。低レベルが欲しければ再度入手するしかない。G 級の上素材、地味に要求されることがあります。バンギス X の腰と足が優秀です。腰だけでも作っておきたいかな。いつまでもグリードフォールドじゃ防御がね。グリード Z も同じく外貨装備ではありますが、G 級土壌はさらにレアキャラですからね。団体クエはイベクエしかないので、レア探索でちまちま狩るほかありません。激コウラーは村上位にも出てくるんだけどな。なんでジョーだけこんなレアいんだろうね。今はどうでもいいか。目の前の通常に集中しよう。こう耳ないのがどう響くかと思いましたが、意外となんとかなりそうですね。どっちかというと、耐震の偉さを感じられるようになってます。あんまりイメージなかったけど、大丈もウカウカウ相性いいっぽいね。ウカウカウといえば、テンプレ入りした頃は対ラー装備のイメージが強くありました。今となっては耳栓がないのが窮屈そうに感じます。お守りがあればいくらでもカスタマイズできますが。耳栓との両立はハードル高いんだよな。防音時のポイントのせいで悪霊の加護がつきやすい。お守りで8ポイント稼げれば消すこともできるが、そこまでするとちょっとスロットがもったいないよね。ですね。基本的にはもともと持っているポイントを活かし、スキルを構築したいところです。他のテンプレより火力が出しやすいのが特徴ですからね。弱得や攻撃の5ポイントも偉いです。ベストマッチする武器は意外と多くないが、クーネはその中でもかなり相性いい方だね。このデータだとちょっと新鮮な運用になりますね。耳栓や火星がデフォでしたから。中盤までのモンスターに限って、方向台を使ったり、威力値がでかかったりするんだよな。特に火星1に関しては、ストーリーの攻略中は常に発動したいくらい優先度高かったよ。環境に応じて必要なスキルも変わりますからね。いよいよ火力が優先されるようになってきました。そう考えると、このシリーズもだいぶ深まってきたな。古文書も半分終わったしね。なんだかんだ4ヶ月くらい続けてるんですね。長いような短いような。動画だけでストーリーを追うシリーズとしては、かなり長い方じゃないかな。週2投稿ってのもありますしね。マイペースに続けていきましょう。ジョー君移動ですね。ちょっと早いです。
移動してきたよ。どうやらお疲れのようだね。アカムのように鉄面皮は用意していませんが、ジョーの防御ダウンは小なのであまり気にしてません。アカムと違って向こうも弱体化してるからね。少し攻めやすくなってありがたいかな。今回は落とし穴を持ってきてるから、これで頭をめった切りにしていきたいぞ。落とし穴中は頭が狙いやすくなりますからね。重粒子は落とし穴が有効なことが多いです。さ、かかってくれ。よしかかった。頭は少し動くが、上下ならばまだ狙いやすい。うまくリズムに合わせて攻撃したいですね。スタンも取れれば長いチャンスになりますよ。だんだん合ってきた気がするぞ。おお、スタン取れた。これはいい落とし穴。ナイススタンです。これで完全に殴り放題になりますね。落とし穴以外でスタンを取っても、頭が動いて狙いづらいからね。これは理想的な高速だった。いい調子だぞ。ちゃんと弱徳もついてますからね。弱点へのダメージはかなり大きいものになります。レベル120の強さのイメージがつかないんだが、この分なら割と早く終わりそうかな。大漏電レベルであればそんなにかからなさそうですが、なんせ同レベルで連戦できませんからね。126から急激にタフになるのは覚えてるのですが、125以下はあんまり印象にありません。120が10分くらいで終わってくれれば、126以降も手を出しやすいかもな。恐竜化が入ってくるけど、土壌になったりはしないみたいだし。この辺ちょっと勘違いしてましたね。なぜか126から土壌になると思ってました。ジョーさんのギルクエはあまりやってなかったからね。通常素材が集めやすいのは嬉しいか。それにしても、ワイルズ系列にはジョーは今後出るんでしょうかね。初登場からなんだかんだ出てましたが、ライズ以降見てませんね。一応、重粒子自体は登場してるが、強い重粒子が不在になってるね。ワールドではアプデで登場してたと思うから今後に期待だな。ジョーはどこにでも登場しそうですから、世界観的には無理なく出せそうですよね。ワイルズのストーリー展開的には、どんどん出やすくなってるもんね。次は、春のアプデでミツネが決まってるんだっけ。どんどん過去モンスター出てほしいよね。今後はどういう基準で追加されるんでしょうね。まだまだ楽しめそうです。さて、んなこと言ってたら、盆踊り食らってしまった。ここは移動して回復しようかな。ダメージはそこそこといったところでしょうか。切れ味も含めて体勢を立て直しましょう。支給用の飛躍あってよかった。これ取れるとちょっと安心するよね。支給品が確率ってのも斬新ですよね。採取は面倒ですけど。さてと、その後もなんだかんだ安定してるな。ジャークとジョー、結構相性いいね。耐震が攻防両面でいい味出してますね。振動を無視して回復できるのが大きいです。もちろん、余裕があれば GP してもいいしな。耳栓よりこっちの方が役立ってるかも。ギルクエジョーといえば、総宇宙魂のイメージだったが、ジャークでチャレンジしてみてもいいかもな。確かに、この分なら挑戦する価値はありそうですね。高レベルのジョーは体力が非常に多いので、進めていくと話が変わる可能性もありますが。少なくとも、今みたいな不用意な根質はできなくなりそうだな。スキルは今の装備みたいなのでも良さそうだけど、挑戦者は入れときたいな。ジョーは弱徳を差し置いて挑戦者が採用されてますね。ギルクエモンスレはかなり珍しいと思います。弱点が常に狙えるわけじゃないからね。テオラーとは違った構成になるんだよな。新鮮っちゃ新鮮なんですが、二等クエの場合は相方との相性バランスが難しそうです。また移動か。こりゃ10分は超えちゃいそうだな。意外にしぶといですね。あとどれくらいでしょうか。さあ、3エリア目だ。ラストスパートだと思いたいが。上質や高質はそれなりにヒットしています。だいぶ削ってると思いますけどね。ジョーは細長いから上質を当てたいんだけど、いざ狙うと意外と角度が難しいんだよね。隙もそこまでないですからね。さてどうなるでしょうか。あ、終わったわ。なんだかんだで10分半か。移動時間を加味すれば上々だと思います。初陣としては良かったですね。極限強化とウカウカウ、どっちも役立ってくれたね。半信半疑だったがハマってよかった。さてと、次はどうしようかな。せっかくだからウカウカを使いたいけど。あ、ちょうど手をつけてなかったクエがありますね。あれ消化しちゃいましょうか。よし、じゃあ行ってみよう。G3 の中にある例のクエだね。ありましたね。霞角目古きぞいずる。単なる名槌クエかと思いきや。依頼文にある通り、アイテムの持ち込みが禁止されるよ。弾丸と瓶以外、一切ポーチに入れられないね。
ただこの通り、支給品で基本アイテムは揃うから、言うほどインパクト強いクエではないかな。とはいえ、完全にいつも通りとはいきません。しかも、ステータスなども調整されてないんですよね。普段よりも慎重な立ち回りが要求されます。今回は極限攻撃をつけてるけど、極限生命があると楽できそうな気がするね。榴弾で名槌はあまり経験ないですが、どのくらいで終わるんでしょうね。いたいた。つうか、またここが初期位置なのかよ。まあ、ラージャンほど動き回ることはないですが、やりづらいことには変わりませんからね。さっきのジョーのギルクエは非常に快適で、改めて地形の大事さを感じているところです。モンスターと戦ってるのか、地形と戦ってるのか、わからなくなるときあるからね。さて、ということでこのクエなんですが、G 級ヤマツ素材の解放クエになっていますね。素材交換の解放で特殊仕様になってるのはいいですが、なんで名槌相手なんでしょうね。名槌って妙に出番が多いよね。4G 追加モンスだから優遇したのかな。言うてノスコ竜をみんな優遇されてるか。クシャルなんて特殊個体もいるからな。テオはモンスター自体の扱いは普通ですが、素材の需要が多いですからね。みんな仲良く一定の存在感があります。ただ、ヤマツ素材の需要は微妙だな。タチだけはまあまあのマヒブキになるけど。他に作れるのは双剣と笛ですが、倍率が低すぎるんですよね。4G で優秀なマヒ武器が多く追加されたので、かなり影が薄い武器群になってしまいました。ヤマツ防具も一応 G 級版あるけど、スキルもスロットも微妙だな。剣士の場合、攻撃に絡むスキルは心眼くらいですね。足は剣術2のスロット3ですか。これ、剣術求めるならディアブロ X の劣化ですね。あっちは剣術5スロ3です。ヤマツくん、なんだかかわいそう。彼自身は何にも悪くないのに。あ、食料盗まれた。物資限られてんだから取るなよ。不用意に回復しすぎましたね。回復薬にも限りがあるので注意してください。と言っても、キャンプに戻ればたくさんあるので、ソロだとアイテムには困らなさそうですが。ご丁寧に戻り玉も支給されてるからね。ここまで手厚いなら、最初から縛らなくていいのでは。この辺はマルチを想定してるんでしょうね。譲り合ったり助け合ったり。ソロでも恩恵は受けられるので、ゆっくりでいいから攻略していきましょう。それにしても、ちゃんと名槌の攻撃痛いな。あっという間に回復薬なくなってくぞ。まあ、都合30個くらいはグレート使えるので、ゴリ押しでもなんとかなっちゃいそうですけど。落ちるのだけは避けたいですね。サブタゲ報酬以外で飛躍が手に入りませんから。確かに、体力上限が減るのはだるいな。冒険もほどほどにしないとね。こういうチャンスはしっかり狙って、それ以外は無理をしないようにしよう。装備の相性はまあまあって感じですね。弱徳と耐震が死んでますが。クーネは心眼と砲術師さえあればなんとかなるからね。さて、ちょい早いが移動したね。じっくり準備して追いかけよう。移動先はここですか。これもラージャン戦と一緒ですね。ということは、注意事項も一緒だね。狭いと毒の霧が避けづらそうで怖いな。ナスチ君もやすやすと段差無視してきますからね。突進にも気を配らないと。このクエさ、今更だけど、チャーク相性悪いよな。毒霧とフェイントに引っかかりやすいし。パッと思いつくのは総中根ですね。根であれば、サブタゲ達成も楽々です。先ほども触れましたが、サブタゲで飛躍がたくさんもらえます。ゴリ押しも効くようになりますね。この段階なら、シャガルコンとか良さそうだな。あれは属性改新も有効活用できるからね。根に限らず、リベクエなし環境においては、シャガル武器は貴重な竜属性になりますね。各数値が安定して高いので、これから始めるなら作っておくといいかも。武器種によっては、ミラ系武器より重宝するしね。双剣なんかはいい例かも。双剣はちょいちょい相属性に化けますからね。先ほど話に出た山津武器も相属性です。相属性にも強力なものはありますが、基本的には属性は一つに特化した方が使いやすいです。MHF から中途半端に輸入された感が否めないな。システムのベースからして強くしづらいよね。ロマンはありますけどね。あと見た目のステータスは強そうです。それってユータホイホイになるだけでは、そんなのグランシャムシールだけで十分だよ。武器係数があると数値のデカさに目が行きますからね。いろいろ書いてあると強そうに見えちゃうのもわかります。しかしながら、なんというか、やっぱり面倒なクエですね。言い方あれですけど。そういうクエだと思うしかないさ。一回クリアすればいいタイプのものだしね。さて、じゃあゆっくり支給品でも回収しまして、続きやっていくとしますかね。
それにしても、毒の回復は増えだけですか。これ全く噛み合ってませんよね。ナズチの毒って効果時間短いからね。笛吹くの遅すぎて間に合わないぜ。まあええわ。気を取り直していこう。さて、だいぶ光線も長くなってきました。角は壊せています。そろそろ終わってもいいんじゃないか。ナズチくん十分動画には出たでしょ。通常クエと防衛戦と、これで3回目ですね。あ、引きずったわ。そうそう、出しゃばりすぎないのが大事だよ。基本、同じモンスを複数回出すのは避けるようにしてますからね。よっしゃやっと終わり。こいつに食う目はちょい合わなかったな。やっぱりこの子は属性に限りますね。良い子は総中魂や双剣を使いましょう。ちなみにこのクエ、報酬で大宝玉が出やすいようです。ソロだと効率いいとは言えませんが。これやるくらいなら手を連戦するかな。時間半分くらいで終わるし。さて、いい時間だし、このパートは締めようか。クーネをたくさん触れて楽しかった。ですね、今回も実りのある回でした。さあ、いよいよ極限ラージャンが出てきたね。ひとまず極限強化の下地が整った。ここからは大物揃いですからね。ウカウカウをはじめ装備も整えていきたいです。まずはスルーしてるダラーシュくんですね。彼は気合い入れて挑みたいです。あいつとは本当に戦った経験少ないんだよな。かなり不安だが、頑張っていこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。